ようこそ。ロープワークちゃんと使えてますか？今回の動画はこれまで紹介してきた全50種類の技を一気に見られる総集編です。キャンプ、DIY、災害時、覚えておくと必ず役立つテクニックが満載。お気に入りのロープワーク見つけてくださいね。絡まったコードを切らないでください。魔法のような外し方があります。一瞬なので目を離さないでくださいね。実はこれ手品のようなトリックがあります。今回は説明省きますね。ロープと水の入った袋を用意します。この水の入った袋をロープを使って袋の口を閉めるというテクニックですが、やってみた感想は実用性はありません。手で結んだ方が早いです。この結び方は結び目が動く結び方です。どういうことかというのは見てもらった方が分かりやすいです。ロープとロープをつなげる結び方です。簡単にできるので急いでいる時にはいいかもしれません。強度はまあまあといったところでしょうか。コードやロープを巻き取りたいです。速さを追求しましょう。肘を使って巻いていきます。少しよれができるのは許してください。このロープの留め具、一度外れたらなかなか入りません。こんな時は先を少しカットして火で炙りましょう。スルッと通ります。たくさんの長い棒をまとめましょう。その時の結び方がこれです。締め付けが調整できます。普通のリボン結びは飽きましたか？そんな時はこの結び方を試してみてください。一度完成したら外さなくてもいいし、締め付けの強さを調整できます。ブロックを十字に縛ろうとしています。ブロックは重たいのでひっくり返して結ぶのは大変ですよね。この方法は裏返さなくても結べます。結び目が動き、出来上がった輪っかの大きさを調整できる結び方です。簡単な割には強度もあって便利ですね。このトラックの荷物の縛る結び目は少し難しいですが、引っ張るだけで締め付けを調整できる便利な結び目です。僕はまたトラロープを使っているので、この時も視聴者さんに怒られましたね。トラックの荷物を縛るときは専用の紐を使ってください。柱にロープを強く結びつけることができます。簡単に外れない結び方をしたいときはこの方法を試してみてください。このフックに結ぶ方法も面白いです。やってみたら簡単なので試してみてください。柱にロープを結びます。この輪っかの作り方がポイントです。でも一度覚えると簡単ですよね。引っ張るとほどけます。これはロープを束ねる結び方。長いロープをコンパクトにまとめることができて収納に便利なので、ぜひ覚えて使ってみてください。ロープに輪っかを2つ作る時の結び方です。どういう時に使うかというと、僕はまだ一度も使ったことがありません。皆さんならどういう風に使いますか？よければコメントで教えてください。
ロープを使って輪っかを作るのですが、結び目が動き調整ができるので便利な結び方です。ロープを使ってペットボトルを2つ持ち運びましょう。持ち手を作れるので便利な結び方です。軽いものしか持てませんか？安心してください。次は重たいペットボトルを持ち上げる結び方をご紹介します。ロープのおかげで持ち手ができて持ち運びが楽になりますね。これもロープとロープをつなぐ結び方です。似てるようでちょっと違いがあるんですけど、まあまあ頑丈です。ロープの結び方は何千と種類がありますが、覚えやすいのを使うのが一番です。袋の口をロープで結びましょう。外すのも簡単な結び方です。蛇口のホースが外れますか？金具がないときはロープで縛りましょう。この結び方を覚えていてください。ロープを使って柱を立てていきます。ロープの力を使って柱をまっすぐにできます。まっすぐになったらそのまま固定しましょう。重なるゴミを十字に縛りたいけど、ひっくり返すとばらけちゃいますよね。そんな時はこの方法を使ってください。この結び方だったらひっくり返さなくても十字に縛ることができます。パイプを結束バンドで十字に縛りたい時、2本使いますか？いいえ、2本はいりません。1本で十分頑丈な結び目を作ることができます。あなたは釘に大工さんの糸を結ぶ時の結び方を知っていますか？太いロープを使って分かりやすく紹介します。練習してみてください。簡単に外すこともできます。これは蝶々を作っているわけではありません。変わった形ですが、ロープ同士を強く結びつけることができます。この電気線、通電していたら危ないです。安全な結び方をご紹介します。ただし事前に特殊な加工が必要なので、一緒に練習してみてください。いかがでしたか？気になるロープワークは見つかりましたか？覚えておくだけでいざという時に役立つテクニックばかりです。ぜひ実際に使って試してみてくださいね。気に入ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。前に作った動画が長すぎたので2つに分けて見やすくしました。関連動画で見れるのでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。